はい、こんにちは、金子でございます。ということで、今日なんですけども、魚村の方に来ました。こっちの市場は本当いろんなマニアックなお魚とか、あとお値打ちなお魚ありますので、今日はですね、予算を決めて買っていきたいなと。1000円で、1000円企画でございます。今日なんかね、僕わかるんですよね。魚が少なそうな雰囲気が。この天気と連日の雨、風で、この時期少ないんですけど、その少ない中でも、こちらの1000円で美味しいお魚買って料理していきたいと思います。それじゃあまず見に行きましょう。エビとかカニやっぱ多いね。1000円だからな。お、アナゴ買えるじゃん。これアナゴ買えるよ。しかも本アナゴだ。うわ、もうほら見て、これ500円、400円、800円、何でも買えるよ。ここら辺も何でも買える。見て、シタビラメ400円、車エビ800円、ヒラメバンガレー500円、ケンサキイカ安いね。いや本当にね、1000円で十分なんですよ。まあ貝類は今日はパスかな。うわ、これとかもすごいよ。この鮮度感、これめっちゃ安いからね。うわー、貝やめるって言ったさなかだけど、このサザエ、これ安すぎだろ。これ1000円じゃ買えんからね。しかもこのサザエは美味しいやつだな。うわ、ゴールドラッシュ安っ。5本600円、激安ですね。いいな、伊勢エビもな、安いな。めちゃくちゃでかいのに8000円。お、1000円、夢カサゴ魅力的ですけど、まあ、ちょっとパスかな。こっちの市場は海外の方もすごい多いですね。渡りガニ、外子出ちゃってますね。こういうカニはね、卵に栄養が持ってかれちゃってるんで、あんまり美味しくないですね。安いけどね。はい、一通り見ましたけど少ねー。どうしよう、全然ないな。ここのおっちゃんの店もね、いいんだよな。これ安っ、300円だって。こんだけ入って。赤シャエビみたいだけどそうじゃなさそうなエビ。これ深海系のちっちゃいエビですね。千尋エビなのかな。これなんていうエビなんですかね、これ。いや、なんかこれも行きたいけどね。これ皆さん知ってます？これメイタガレイっていう貝類なんですけど、これめっちゃ美味しいんですよね。これ1枚いくか。普段僕行かないですもんね、こういうの。行きましょうか。よし、これ500円。ちっちゃいですけどね、鮮度はめちゃくちゃいい。残り500円。ちっちゃい魚買いたいんですよね。こういう未利用魚みたいな、こういうので料理していきたい。こういう企画は。これ剥いた状態ですよ。これ剥いた状態、こうなるんですよ。これがこの状態にしてもいいんですけど、これ鮮度いいんでこのままでも調理できると思います。これいこうかな。目ごち500円ちょうどいいじゃないですか、これね。ザ底物って感じで。すいません、これください。というわけでですね、こちらメイタガレーとメゴチですね。しかも大きいメゴチ、これ500円安いですね。こちらの2点購入しましたので、スタジオに帰って料理していきたいと思います。それじゃ帰宅。ただいまということで帰ってまいりました。というわけで本日予算1000円で購入しましたお魚がこちら。じゃん。メゴチが10匹、メイタガレーが9匹ですね。大体約1尾50円の感覚ですね。1尾50円って考えると激安っていう感じではないですね。ただ鮮度めちゃくちゃいいです。で、物もすごくいいので、今日はこちらの2種類買ってくることにしました。このメゴチっていうお魚は釣りされる方とか釣りしたことある方、初心者の方でも一度は釣ったことあるんじゃないですかね。胴付き釣りの一番下に食ってきたりだとか、キスの投げ釣りをやってるとよーく釣れます。でもキスの下道って言われてるんですけど、このメゴチってお魚めちゃくちゃうまいです。特にこの天ぷらにすると絶品。一般的なこの天ぷらの最高級のネタと言われているお魚でございますね。で、こちらメイタガレー、これ珍しいですよね。僕らの地域ではよく食べるんですけど、このぐらいの小さいサイズとてもうまいです。で、以前さかなクンにお会いした際にこのメイタガレーを渡されまして、指一本で持ってくださいって言われたんですよ。はあと思って。皆さんどうやって持ちますか？メイタガレー。僕は一生懸命こ
こうやったりだとか、こうやったりだとかして、でも持てないんですよ。ぬるぬる滑っちゃって。奇跡的にバランスが合えば持てるかもしれないんですけど、でもこれ、圧倒的な正解が1個だけあって、いきますよ。本当に指1本でもいきますからね。こうです。これが正解なんですよ。すごないですか、この指1本。正直僕、さかなクンから教えてもらったこれがやりたくて今日買ったっていうのもあります。さすがいろんな引き出し持ってるなと思いました。でなんでこれ引っかかるかというと、このメイタガレイのこの目のところ分かりますかね、このとんがりがあるんですよ。こことここに2つね、とんがりがあるんですよ。でこれが目のとこ触ると痛いっていうのでメイタガレイとついたと言われております。諸説ありで、味もすごく美味しいです。なので今日はこちらのメイタガレイとメゴチを使ってメイタガレイの唐揚げとメゴチの天ぷらやっていきたいと思います。ではまずメゴチからいきましょう。でメゴチはですね、皮がちょっと匂うっていう方もいます。僕はねそんな気にならないですけど、独特な匂いがあるんですよね。このちょっとカルキっぽい個体もいれば機械チックな匂いのやつもいます。なのでその皮のところを剥ぎたいので、まずこの背びれのところをこう落とします。こういってでここら辺まで行きましたらバスンと落とします。で皮1枚残して、あとは反転させて皮を剥くと。なんで簡単に剥けます。綺麗な剥き身になりました。ほんで目ゴチ気をつけてほしいのがこのエラのところにすごい鋭いトゲがこうあるんですよ。エラのところだけ気をつけてください。めちゃくちゃ痛いです、刺さると。これはねとんがってますけど、種類によってはエラの形がモグラの手みたいになってて返しがついてるんですよ。で1回刺さると取れなくて、正直メイタガレイよりこのメゴチの方が痛いです。なので結構ね海釣りで釣れてもこういった危険な魚っていう認識です、僕の中で。素手で持つと危ない。だから釣り具屋さんに置いてある魚掴む用のトングみたいなのあるじゃないですか。あれをメゴチバサミって販売してるところもありますよね。でそのぐらいこのメゴチっていう魚は素手で持つとちょっと危ないよと。これなんで危ないかというと、このエラが鋭いからです。でヌルヌルしててね、ほんと刺さりやすいんですよ。これなかなかね綺麗に剥けないな。鮮度がいいと本当に剥きにくい。でこの魚も内臓に餌が結構入ります。ほらこうやって腸のところにたくさんこの海底の泥みたいなの入ってますよね。なので割と早めにこう調理してあげないと身にこの餌の匂いがついてしまう魚ですね。釣れる時たくさん釣れるんですけど、持ち帰る量間違えると大変なことになる。でも慣れればねこうスッスススできますので、こう反転させてチュルチュルチュルと、うわ気持ちいい。はい、目ゴチが剥き終わりました。そしたらお次はメイタガレイですね。でメイタガレイもああやって市場に並んでたように皮めくれます。一般的にはこっちの茶色い方、こっちを剥く場合が多いですね。こっちの方がぬめりが強いっていうのと、色合い的に剥いた方が綺麗だよってことで、茶色い方を剥く場合は反転させて、この白い方からまず切れ込みを入れます。皮1残しました。そしたら先ほどと一緒、反転させて、うわ鮮度がいいからめくれね。はい、このようにめくれましたと。どうしても白い方もめくりたいよって場合は、次は尻尾から、尻尾をこうやって切って切り揃えます。で裏めくって、こう尻尾のこのね皮を剥げるんですよ、こうやって。そして尻尾の方からこういう風に、そうすると裏も表も綺麗に皮がめくれます。ただ今日は唐揚げなので、僕は皮めくらなくてもいいかなと思うんですよ。なのでメイタガレイに関してはこうやって内臓を出すだけにしますね。もう何せ早く食べたい。まだ時間が8時なんですけど、日曜日の朝一番から市場で買った魚でビールが飲みたいんですよ。もう最高の幸せなんです。鮮度のいいお魚で朝から飲むビールは最高ですよ。はい、このようにさばき終わりました。そしたら軽くお塩を打っておきます。少し脱水します。はい、これで冷蔵庫で10分ほど寝かします。はい、では10分経過。だいぶ水出ましたね。そしたらメゴチの骨を取っていきます。開き方は普通にこうやって開いてもいいんですけど、こういう風に切れちゃうんですよね、どうしても細いんで。なので松葉おろしっていうやり方ですね。こう入れて反転させてこういく。これめっちゃ簡単なんですよ。こういってこうですね。でもうちょっとこうちっちゃい個体はこ
この骨がついたままこういう状態で揚げてもこの骨もバリバリと食べれます。ちょっと大きいので今回の個体はこういう風に取っちゃいます。これ一番簡単な開き方ですね。でも今回皮取りましたけど、皮付きでも全然いいと思います。皮付きは皮付きでその魚が持ってる本来の美味しさが味わえますんで、何でもかんでもねこう皮を取ってしまえばいいっていうもんではないんですよね、魚料理っていうのは。皮が美味しい魚とかね、この魚のこの匂いが特徴的でまた美味しいっていう、そういろんな魚いますんでね、自分の好きなように料理してもらったらなと思います。この松葉おろしは今目ごちでやってますけど、キスも正直これでいいんですよ。見栄えを気にしなかったらこれが一番早いです。はい、このようにおろし終わりました。次、メイダですね。で、カレーの唐揚げっていうのはですね、大きく分けて2パターン揚げ方があると思ってて、一つはそもそも骨は食べないっていう前提で作る揚げ方と、骨までバリバリ食べるよっていう食べ方、この2種類作り方があると思うんですよ。で、骨を食べませんよっていう場合はこの表側にこうやって切れ込みをバッテン入れます。これであとは塩コショウを打って片栗粉つければ OK なんですけど、どうしてもこの揚げ方だと骨までパリッといかないんですよね。骨が油に面してませんので。なので骨もいきたいよっていう場合はもうそもそも3枚におろしちゃって身と骨を別々で揚げるか、それかちょっとね難しいんですけど、こう入れてこう入れていきます。こう入れて骨をむき出しにしていく。すんごい細かい仕事なんですけどね、いくらこんだけちっちゃくても丸揚げにしたら骨はちょっと気になるんですよ。バリバリとはいけないんです。なのでこうやってちょっとね細工は必要です。で、裏側も同じように5枚おろしにする手前みたいな感じですね。ここまでやります。はい、こんな感じ。裏も表もこのようにむき出しになりました。こういう感じですね。今回カレーがちっちゃいんですげえやりにくいんですけど、ある程度このぐらいのカレーだったらやりやすいです。こういっちゃって、この方がいいな。ここ貫通させちゃった方がいいわ。で、戻して裏側も同じようにピロッ、こんな感じですね。すごい、まだ身が生きてますね。お刺身でもいける鮮度ですね。で、こういう形にします。身が剥がれて、でもこうやって戻るよっていう、こういう状態ですね。で、この中に塩、そして胡椒を打って、で、僕の中でここが一番難関なんですけど、この片栗粉ですね。これをまぶしていくと。うわー、出てるー、ほえー、きー、昔片栗粉が大量に送りつけられてきたのを思い出しちゃった。あれはアンチの仕業なんだろうか、ファンの仕業なんだろうか。表裏しっかりかぶせました。うわこんな感じですね。これポイントは骨までしっかりこうまぶすことですね。で、余計なのは払い落とす。これでパリッと綺麗に上がります。でもね、カレーの唐揚げでどこが一番美味しいか知ってますか皆さん。身ももちろんうまいんですけど、このヒレ、ここがもうたまんなくうまいんですよ。絶対取っちゃダメ。ここがうまいんですよ。例えて言うならアメリカンドッグの棒のその付け根のカリカリの感じとか、喫茶店で頼むクリームソーダのこのソーダとアイスクリームの中間にある謎のシャリシャリっとした層みたいな、そんなのに近いうまさがある。うまさというか、特別感と言いますか。なんでね、カレーの唐揚げはねうまいんだ。この本当にヒレがたまらない。これ塩コショウ打って片栗粉まぶしちゃえば、誰がどうやってもねカレーの唐揚げはそこそこ上手にできます。すごく簡単なんでね。で、これ茶こしとか使ってこうやってまんべんなく片栗粉つけてあげれば、僕みたいに片栗粉苦手な人結構世の中にたくさんいると思います。これすれば片栗粉触んなくて OK なんで。これね、ネタでやっとるわけじゃないんですよね。たまに大げさだろうって言われるんですけど、いやマジなんですよこれ。はい、ではまずこちらのメイタガレから揚げていきます。油の温度は170度ぐらいですね。あんまり入れすぎないのがポイントで、このむき出しのやつ、これはねちょっと広げてポチョンと、どのみち油の中で広がるんですけどね。で、片栗粉ついてるんでくっつき直しちゃうこともないので。うわー、いい匂いがしてきた。
メイタガレーの唐揚げ、僕ちっちゃい頃ね、食卓ですげえ出てきたんですよね。大好物なんです。はい、でこうやって気泡が大きくなって泡が少なくなってきたら身に火が入ったよって合図ですね。でこのヒレまでバリバリでいきたい場合は一度ちょっと揚げて、である程度熱が収まったらもう一回揚げます。2度揚げですね。緩めの2度揚げで、この骨むき出しの方は少し強めの2度揚げ。はい、 OK。 骨むき出しはもう少しいきましょうか。でこれも全部揚げていきます。でその間にだしの地図でだしを取っていきます。はい、こういう感じで骨がこういう風にきつね色になったら OK ですね。これでバリバリにいけるはず。そして次、メゴチですね。メゴチは天ぷらに、天ぷら粉にちょんちょんと。今日はもう天ぷらと唐揚げのダブルでいきます。でも天ぷらって最近僕もね、周りからね、上手だねって言われるようになってきたんですよ。もうたった一つのポイント守るだけでそれっぽくできるんですよ。まず普通に入れますよね。でこのままだと衣がうまくつかない場合があるじゃないですか。その時はこうやって衣を手でこうやってすくって落とすんですよ、ここからわーって。そうするとこのね、衣がしっかりついて、なんかお店で食べるような天ぷらになるんですよ。マジでこれやってみてほしい。ほら見てください、これちょっとこれはボコっとしちゃってますけど、これとかすごくいいじゃないですか。でメゴチはさーっと上がっちゃいます。こうしたらちょこっと落とす。でこれあんまり落としすぎると厚衣になりすぎちゃうんで、程よくですよ、程よく一滴ずつ落とすのがポイント。これめっちゃ上手にできます。上手にやらんと台所が汚れちゃうんですけど、もう仕上がりはね素晴らしいんだ。エビ天とかも同じやり方でやると自宅でもすごい綺麗にできます。ぜひやってみてください。ほらすげえ綺麗。角がピーンと立ってるというか、もう天ぷら屋さんの天ぷらみたいですよね。はい、このようにカラッと揚がりました。そしたらこちらを盛り付けていく。はい、これで天ぷら盛りの完成。そしたらこの天つゆを作っていきましょう。今日は天つゆ自家製で、先ほど引いておいただしの地図ですね、これをベースに天つゆ作っていきましょう。で天つゆめっちゃ簡単です。まずはお醤油 20cc ですね。でみりんも 20cc で、こちらのだし汁ですね。何のだしでもいいんですけど、僕は今日だしの地図でいきます。これを 100cc。 はい、これで大根も切って、汁気を絞ったらお椀に入れて、先ほど作ったあったかいめんつゆを注げば、はい、これで朝一で予算1000円で購入しました魚で作った天盛りの完成。はい、じゃあ完成。いただきます。うわ、ちょっと怖いこと言います。私ですね、今食べてまして動画撮れてなかったわ。ごめんなさい。もうしこたま食って銀色のやつまでやっちゃったんですけど、早く食べたすぎてやっちまった。こっちのカメラでは撮れとったけどね、ちょっと音声だけダイジェストでどうぞ。よっしゃ、食べていこう。まずはこちらの天ぷらからいきましょうか。あったかい天つゆにつけていただきます。うわ、うまっっていうのを最初からやります。じゃあまずこちらメゴチの天ぷらいきますね。これ揚げたてで超うまかった。手で失礼します。こちらつけていただきます。うまっ。いや、メゴチ最強です。僕天ぷらのネタの中でメゴチトップクラスに好きです。キスよりも好きな場合がある。
ただ時と場合によりますよ。産地とかキスの方が好きな日もある。そういう日もたまにあるかもしれんけど、今日はメゴチですね。てかこのメゴチめっちゃ美味しい。メゴチって旬があるのかな。なんか夏がすごく美味しいイメージですよね。メゴチ、キス、アナゴあたりはね、ここら辺の天ネタはとても美味しい。でやっぱりね、ちょっと今尻尾をちょっとかじったんですけど、メゴチの。ちょっと生臭い。尻尾ちょっと臭いですね、メゴチは。続きまして、こちら。メイタガレーの唐揚げ。わかりますかね、この。カリッカリです。いただきます。音聞いとってください。うまっ。やんば。骨やっぱうまいわ。スナックみたいに食べれます。やっぱカレーの骨って甘みがあって美味しい。この尻尾とかヒレのカリカリ。いきますよ。これです。やめられない、止まらない。でちょっとマヨネーズつけるんですよ。ちょいマヨね。でこれでいく。うんまっ。カレーにはマヨね。骨むき出しじゃない方。こちらはね、骨はこの状態です。骨を油にむき出しにしてあげないと、この硬い状態、これじゃあパリパリと食べれませんので、骨までパリパリっていく場合はああいう風に開いてください。ただこの骨を開かないバージョンは、この身のしっとりした感じが残るんです。これはね、完璧好みですね。でも唐揚げは僕骨までバリバリいった方が好きかも。うまいんですけどね。というわけで今日は朝一で購入しましたメゴチの天ぷらとメイタガレーの唐揚げときましたら、お飲み物をこちらでいきたいと思います。せーの、でん、ギーノのやつ2回目、もうついである。綺麗に七田屋さん決まったんですけどね。で今日はですね、朝一でめっちゃ昔から僕のことを見てくださってるリスナーさん、西安時代からずーっと、本当に西安の土初期ですよ。登録者が2桁とか3桁ぐらいの頃から応援してくれてる方に久しぶりにお会いして、金子君久しぶりって応援してるよって、ビール飲んでっつってビールくれましたんで、今日はいただき物のビールです。朝一っていうのはこういう交流もあるからね、いいですよね。ではいただきます。うめえ。なんか今日はいつもとよりちょっと一味も二味も美味しいな。それじっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで今日は市場で予算1000円でお魚を買って食べてみましたけども、うまかった。やっぱね、ああいう小魚ほど手間をかければかけるだけ美味しくなりますね。メゴチもメイタもうまい魚なんだよな。今日はすごくマニアックみたいな魚じゃなかったんですけど、なんだろう、あのサイズは未利用魚に近い扱いをされてますね、メイタガレーに関して。メゴチはね、そこそこあのぐらいのサイズはいい値段します。でメイタガレーはこんな大きさでしたけど、大きくなればなるほどもう値段がボン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 と高くなっていくお魚ですね。あのサイズは安いです。じゃああのサイズ逃がせばいいじゃんと。取れた段階でもう逃がしちゃったらまた大きくなって資源保護にもなるじゃんって思うじゃないですか。でもそうじゃないんですよね。1回目に上がっちゃうともう弱ってほぼもう虫の息なんですよ。こうやったら捨てるんだったら出荷した方がいいってことで、ああいう風に市場に並んでああいう風に安く値段がつけられてるんですね。やっぱああいう魚はね、積極的に買って企画にしたい。本当美味しいんですよね。安いっていうのもあるんですけど、魚体がちっちゃいと身の繊維がすごく柔らかくてソフトで美味しいんですよ。特に今日のカレイとか、あとメバルとか、そういった魚はね、本当にね、ちっちゃいからこそ美味しい味わいがある魚だなと思ってます。なので僕も釣りした時に針飲み込んじゃったりだとか、これちょっとエラが傷ついちゃったなとか、リリースしても製造率低いだろうなと思うのは小さくても持ち帰って食べるようにしてます。これは取りすぎないようにっていうことを気をつけてますね。脱線しましたけども、また朝一1000円シリーズやっていきたいと思います。たまにね、100円のお皿とかあるんですよ。魚がいっぱい上がってる日は。そういうのもやりたいですね。というわけでまたいいご縁がありますように。はい、というわけで、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。